こんにちは、レイウッドです。今回の動画はシールの貼り方ということで WPL ジャパンのモデル共通ですね。共通の説明になります。で、この、シールついてくるんですけど、これはどのモデルにもそのモデルに合わせたシールがついてくるという形になってるんですけれども、このシールがですね、ちょっと普通のシールと違って転写式っていう形でちょっと癖があるっていうとあれですけど、ちょっとこう仕組みを分かっていないと貼り方を失敗しちゃったりっていうのがありますので、よければですねこの動画を見ていただいて参考にしていただけると幸いです。では早速なんですが、この付属するシールですね、この仕組みについてまず説明させていただきたいんですけれども、これ何て言うんでしょう、3層構造になっていて、一番上がちょっとこれ分かりますかね、この一番上がフィルム、一番上がフィルムで、その下がシールになってるんですね。これ今フィルムにシールがくっついてきてるんですけど、でその下がいわゆる台紙っていう形で、この白い紙の部分ですね、この白い紙の部分に、これですね、この白い紙の部分になるんですけれども、ちょっとこれ実際取ってみますね。ではまずですね、そういうことねっていうのを見ていただくためにちょっとハサミで切っちゃいます。これ、どのシールもそうなんですけど、ハサミでこう先に切ってもらって全然構いません。多分この後実際に剥がしてみるとそれで大丈夫なんだっていうのが分かると思うんですけど、こう今切り出しました。でこれ剥がしますね。剥がしていくと、これ今フィルムの方にシールがついてきたんですけど、これ台紙剥がしましたね。でここにこんな感じでこれ分かりますか？これ今フィルムからシールがこう剥がれてきたのが分かると思うんですけど、こんな風になってるんですよ。でちょっと今このまま剥がすと破れちゃいそうなんで、ちょっと貼ってみますね。ちょっと今適当な紙ですけど、ここに例えばこれ貼りますと、貼って、でこのフィルムを剥がすと、すいません失敗しそうになりました。しっかり貼り付けて、このフィルムを剥がしてもらうとこんな感じで、はい、こんな感じでこのフィルムだけ剥がれて、で今この貼り付けた場所にこのシールだけが残ったっていう形で、これちょっと分かりにくいかもしれないんですが、こうちょっと今このテカリで判断してもらえればと思うんですけど、今この紙に貼り付けたこのシールの部分ってこの色が乗っている部分だけなんですね、ほとんど。なので、実際に貼り付けるときはさっき、やったようにハサミで周りをこうある程度こう周りを切っていただいて、それから貼り付ける。でフィルムを剥がす。これが基本的な貼り方になります。でこのシールのですねちょっと難しいところが、プラモデルなんかで水転写式のデカールってあるじゃないですか。あれのシール版みたいな感じなんで、実はですねこれ一回貼り付けて、普通のシールとは違って、一度貼り付けた後に失敗したって言ってこう剥がそうとしてもうまく剥がすことができないっていうのがありまして、これうまく貼れると転写式なんで、普通のシールと違って縁がほとんどないのですごく見栄えはいいんですけど、ちょっと取り扱いの部分で一度貼ったら、ほぼ剥がせないと思っていただいた方がいいですね。そういう難しいところがありますので、ちょっと、今回の動画ではなるべく失敗しないように、こうやって貼り付けるとうまくいきやすいですよっていうところを、今回は
この C24、この青い C24 をちょっと参考に、貼り付けの作業ですね、実際にやってみたいと思いますので、もしよければ参考にしてください。でもちろん、こういうやり方じゃないといけないよっていうわけではないので、あくまで、よければ参考にしてくださいというものになりますので、特にですね、こういうシール貼るのとか慣れてないよっていう方は参考にしていただけると嬉しいなと思います。このシールなんですけど、もちろんこの例えば C24 の場合、これをテールランプに貼るとか、これをウインカーの部分に貼るとか、ある程度決まったところはあるんですけど、それ以外のこういう部分ですよね。これはここにこうして貼ってくださいっていう、なんて言うんでしょう、決まりみたいのは特にないので、もう自由に好きなところに基本的には貼っていただいて大丈夫です。で、特に難しいのがやっぱりこのウインカーとかテールランプ、このシールなんですけど、なぜかというと、このちょっとへこんでるじゃないですか。ちょっとへこんでるところにこの小さいシールを貼り付けないといけないので、ちょっと難しいんですよね。で、まずはちょっと簡単なところから紹介させていただきますので、じゃあこのシールですね。このシールをこの辺りに貼っていきたいと思います。はい、ではまずハサミでこれ切っていきますね。これもともとちょっとカットライン入ってるんですけど、それあんまり気にせず無視して切っちゃって大丈夫です。こんな感じで、こんな感じですね。で、最初に説明させていただいた通り、これ3層になってるんですけど、例えば、今切ったこのシールですね。このシールをこの辺に貼りたいなと思った時に、この辺ですね。この窓枠のプレスライン、この線が走ってますよね。例えばここを目安にここからこう貼り付けようと思った時に、まずこちら側の台紙を残して、こっち半分、半分から3分の1ぐらいですかね、この辺りの台紙だけを先に切ります。で、先にその台紙がなくなったところを貼り付けて、位置を合わせて貼り付けて、で残った台紙を剥がしてピュッと貼るとうまくいくっていう、こういうやり方があるんですね。で、ちょっとやってみますね。まずこの台紙からフィルムとシールの部分をめくります。で、3分の1ぐらいのところで切っちゃう。そうするとこの状態になりますね。で、こっちを貼っちゃうと、ここはもう貼れる状態になってるので、こっちを貼っちゃうともう剥がせなくなるので、ちょっとこう浮かせた状態、こうちょっと折り曲げておくような感じがいいかもしれないです。こんな感じで、この状態でこちら側は位置合わせをしてもまだ貼り付ける状態ではないので、自由に位置が合わせられるんですね。で、ちょっと右側の端っこ見づらいんでギリギリで切っちゃいます。こんな感じで。で、ここに合わせて、ここはくっつけないように気をつけてください。で、ここだけを当てた状態だと、この台紙が残ってる部分ですね。これ台紙が残ってる部分を使って位置を合わせるんですね。こうやって。この辺がいいかなっていうところに合わせて、すいません、ちょっと見づらいですか。こんな感じでまだ動く状態で位置を合わせて、ここでいいかなっていうところでこっち側をくっつけちゃうんですね。で、今回の場合はここにプレスラインがあるので、ドアのこの線ですね、あるので、ここちょっと爪でこうグイグイってやってうまく貼り付けられるようにして、ここも貼り付けると、こんな感じで、あとはこれでもう位置が決まって、ここは貼り付けた状態なんで、こちら側を一旦浮かせて台紙を取っちゃいます。
であとはここをピューってやると貼り付けることができる。ここまでいいですかね。これで位置合わせが簡単にできて、しっかり狙ったところに貼り付けることができたと。であとはこのシートですね。シートを、しっかりシールを貼り付けて、であとはこの一番上のフィルムを剥がします。すいません、ちょっと今ピントが合わなくて見づらかったかもしれないですけど、見えますかね。これでフィルムを剥がす。こんな感じです。はい、これで、比較的簡単に失敗なく、貼り付けることができたかなと思います。これが比較的簡単なサイドのこの、これどこに貼ってもいいですよ。今回はたまたまここに貼りますけど、このサイドに貼ったシールの貼り方でした。で今紹介した貼り方なんですけど、どの部分でも使えるわけじゃなくて、比較的広くて大きい面積で凹凸が少ない場所であれば使える貼り方なんですね。あとはこのモデルで言うと、この後ろの部分に WPLC って書いてあるこの、ロゴっていうか文字ですね。これをもし貼りたい場合には、その場合も使いやすいやり方です。ちょっとこれもやってみましょうか。まずカットライン入っちゃってるんですけど、それはあまり気にせず、それより少し内側で切るぐらいがいいと思います。切っていきます。他のやつ切るの怖いんで、こうやって切っちゃいます。でこんな感じで、これも一番最初にご説明させていただいた通りで、基本的には色がついてる部分にしか、色がついてる部分しかシールになってないので、かなりギリギリで切っちゃって大丈夫です。ちょっとこれ白い文字で分かりにくいと思うんですけど、こんな感じですね。こう WPL って文字が書いてある部分のシールなんですけど、これをこの辺りに貼り付けたいと思います。この部分で、すいません、最初ここ何もしずに貼っちゃったんですけど、一応おすすめの方法としては、もしあればですけど、こう貼る前にですね、表面の油分、例えば手でこうベタベタ触ったりとか、そうするとちょっと油ついちゃうじゃないですか。でそういうものが残った状態でシールを貼るっていうのはあまり良くないですね。できれば脱脂って言って表面の油分を全部拭き取った状態で貼る。そうするとしっかり貼り付けることができるので、どうすればいいかっていうと、いろんな方法あるんですけど、例えば結構例えば本格的にラジコンやってますよみたいな人だと馴染みがあると思うんですけど、俗に言うパーツクリーナーっていうやつですね。これなんかが手元にある人は、これこうティッシュにプシューって取って、でこれで今から貼るよっていうところを拭いてもらうと、だいぶ、何もしないよりは全然いいですよね。はい。であとはプラモデルやってる方なんかは、あまり強いのは良くないですけど、弱めのシンナーというか薄め液みたいな、そういったものあれば、そういうものでこうちょっと拭いてもらうとか、いろんな方法あると思うんですけど、なるべく貼り付けるところはきれいにした状態で貼り付けてもらうのがいいと思います。では続いてこちら貼っていきますね。これも、さっきと同じやり方ですね。こんな感じで一部分めくって台紙だけ切る。でちょっと折り曲げて、こちら側が貼り付いてしまわないようにして、こちら側を使って、こんな感じですよね。こんな感じで位置が合わせられるので、この辺かなっていうところをこれでこう合わせていただいて、
これぐらいですかね。でここっていうところでこちら側貼り付けて、残った台紙をめくりながら貼り付けると、こんな感じです。でここにまだフィルムが残ってますので、しっかり圧力をかけてこう押し付けて、しっかり押し付けて、下のシールがしっかり密着したところでここのフィルムを剥がす。で爪でカリカリってやってもいいんですけど、カッターがあればカッターでやるのがいいかもしれないですね。もしカッターがあればこのフィルムをちょっと剥がしてもらって、すいません、今思いっきりカメラから外れちゃってたんですけど、こんな感じでフィルムをちょっと見えづらいですかね、こんな感じですね。フィルムを剥がす。こんな風にしてもらうと失敗が少ないと思います。はい、続いて問題はですね、ちょっと難しいのがですね、これですね。このテールランプ、テールレンズを表現したこのシールがあると思うんですけど、これをこの中に貼らなきゃいけないじゃないですか。ここですね、ここに貼らないといけない。でさっきの方法使えなくもないと思うんですけど、ちょっと難しいんですよ。でもうここは、素直にもう極力ピンセットですね、ピンセットを使ってください。ちょっとやってみますね。はい、例えばこちら側の場合はここ剥がします。でカットされてるんで余分な部分は取りつつ、この状態ですね、この状態にして、一応今これまだ一番上のフィルムはついた状態です。でこのフィルムなんですけど、別に無理して取る必要ないといえばないんで、ここ貼った後に、ここの場合は特にシールを貼った後にクリアレンズはめるじゃないですか。なのでこのフィルム剥がしても剥がさなくてもそんな変わんないんで、そんな無理して剥がす必要はないと思います。ちょっととりあえず貼ってみますね。位置を合わせて、ここに穴があって、一応ここにもここに穴が2箇所あって、シールの方にもこう穴があるんで、ちょっとそこを目安にしながらこんな感じで位置を合わせて貼ってもらって、今ちょっとたまたま綿棒があったんで綿棒でやっちゃうんですけど、こうしっかり貼り付けてもらって、こんな感じですよね。で、フィルム剥がしたかったら剥がしちゃっていいと思います。僕面倒なんでそのままつけちゃうんですけど、クリアレンズはめたらフィルムがあってもなくてもそんな変わんないと思うんで、すいません、今ちょっとレンズ探したらなくてどっか行っちゃったんですいません。本当はこれでクリアレンズ、クリアパーツですね、テールレンズがついてると思うので、それをここにはめ込んでもらったらそれで OK っていう状態ですよね。すいません、ちょっとレンズが本当にないんで次説明いきます。次、同じぐらいですかね、難易度で言うと、このウインカーの中に貼り付けるこちらですね。これ多分失敗した時のことを考えて
4つあるのかな。はい、4つあるんですけど、まあ、実際使うのは2つですね。これも貼ってみますね。これはフィルムまずこう剥がしながら、正直このフィルムが大きいんですよ。このオレンジ色の色がついているシールの部分に対してその上に貼られているフィルムが大きいんで、これはちょっとこれ映り方で見えづらいかもしれないんですけど、こんな感じでフィルムをこうもうフィルムからシールを剥がしてシールだけにしてから貼った方がいいと思います。ちょっとこれすいません、分かりづらいかもしれないんですけど、今フィルムからシールだけ剥がす。もうこれで今フィルムちょっとこれ今こっちでフィルム持ってるんですけど見えないかもしれないですけど、フィルムとウインカーのシールの部分を剥がしたんですね。でこのウインカーのくぼみの部分ですね、ここにこれも穴がそれぞれ開いてるんで、ちょっとそれを目印にしながら貼り付けてもらって、こんな感じですね。すいません、ちょっと今ピントがずれてたかもしれない。はい、こんな感じで、まあこれも正直多少ずれちゃったりしても、この上からウインカーレンズくっつけるんで、ちょっと今つけてみましょうか。このウインカーレンズですね、これ左右とかは特にないので、そのままこうはめちゃってください。こんな感じですよね。こんな風になってて、これをグッと押して、はい、こんな感じになりました。これがウインカーレンズの、シールの貼り方の一つって感じで参考にしていただけると嬉しいなと思います。以上でまず、この部分ですね、こういう広い面積で比較的大きいシールの貼り方のご紹介と、あとは C24 の場合ですけど、このテールレンズの中に貼るシールの貼り方、あとはこのウインカーですね、ウインカーの中のシールの貼り方をご紹介させていただきました。でこれは他のモデルでもだいたい一緒ですので、その場所に合わせて、今日ご紹介させていただいた貼り方いくつかあったと思うんですけど、そのいずれかの方法で、貼っていただくと失敗が少ないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、では今回の動画ですね、すいません、ちょっと細かい作業が多かったのと、フィルムが透明っていうのでちょっとこう見えづらい部分があったかもしれないんですけれども、参考にしていただけると幸いです。で、いつも動画でお伝えしてるんですけれども、もし他にもですね、何か、こういうのが知りたいよとか、そういったものがあれば、コメント欄にご希望いただいたり、あとはお問い合わせ窓口ですね、そちらからいただければ、ご質問多かったものに関してはなるべく動画にしてお答えしていけるようにと思ってますので、よろしければご質問いただければと思います。ではご視聴いただいてありがとうございました。